はい、どうもです。今回はですね、こちら、石垣鯛和もんだこっていう食材ですね。ということで、ちょっとね、石垣鯛はなんか撮影できてなかった気がするんですけども、まずはおかけ映像からご覧ください。さて、今日は和もんだこ。Google の圧力で広告がつかないと有名なあいつです。まあ食文化の違いなんでしょうね。おそらく海外の人には刺激的に映るのでしょう。ニザダイ系の魚たちが群れをなしていますね。黄色のシマハギは島での人気の食材です。こちらは角出し。食材としての価値はありませんが、ペットとして1匹3000円ほどで取引されております。さて、この日は全く魚の気配がなく、水面からは見えない岩の下を中心に魚を探っていきます。こんな感じで岩の下を何度も見ていくのですが、めぼしい魚には出会えず、諦めて2時間ほどで帰ることにしました。そして帰る途中、浅瀬にあいつがいたのです。ゴムを引いて先頭に備えます。水深は7メーターほど、タコにしては深い場所にいます。さて、銃を構えてヒット。マサルの視点も見てみましょう。岩の中にタコがいます。ヒット。岩の奥に潜られると面倒なので、そのまま引き剥がします。取れたのは小ぶりの和もんだこ。このぐらいのサイズが柔らかくて一番美味しいです。タコも黙ってはいません。何せタコは全身が筋肉の生物。小ぶりでもそれなりに力があります。目の下にナイフを刺して締めていきます。白くなれば締まったサインです。締まってもタコはしばらく動きます。視界はほぼゼロになりましたが、散らせば大丈夫です。散らしたせいで闇のオーラをまとってしまいました。そういえばイカスミスパゲッティがあってタコスミスパゲッティがないのはなんでなんでしょうね。勝利を確信したマサルは足を1本いただくことにしました。口の中で張り付く吸盤。これは食べられたものじゃありません。このサイズですらかなり痛いです。悔し紛れにグッドサインを出していますが、表情が全てを物語っています。ひたすら咀嚼をしていますが全然噛み切れません。サバイバル中に食べたタコは最高にうまかったのですが、改めてシチュエーションの大事さを感じました。それでは陸に戻ってさばいていくとしましょう。はい、ということでですね、今日はこちら2種類の魚をやっていくんですけども、昨日、一緒にね、船でね、魚好きに連れてってもらったんですけど、その時にね、船が座礁しちゃって、で、その船長さんが、昨日マサル申し訳なかったなって言って、ステーキもらいました。はい。素敵なステーキですね。言うてますけども。ということで今日はですね、こちら3つの食材をさばいていこうかなと思います。ということで早速観察していきましょう。はい。こちらが石垣鯛ですね。20センチは斤量サイズなんで、対象サイズになっております。で、このまだら模様がですね、石垣に似てるということでですね、石垣鯛って言われてます。で、歯がですね、特徴的でして、鳥のくちばしみたいになってるんですけども、これがですね、かなり頑丈でして、このぐらいのサイズはちょっとわかんないんですけど、大きい石垣鯛はですね、もう貝やらウニやらバリバリ食べるんですよ。そしてこちらがですね、和もんだこですね。まだね、模様が変わってますよ。門はどこにあるんだ？ここら辺にあるはずなんだけど、これだ。
ここにね、和紋があるから和紋ダコって呼ばれてます。僕の動画ではですね、サバイバルの10日目にね、登場したタコですね。はい、そして最後ですね、こちらね、ステーキなんですけども、実は僕がね、いる沖永良部島はですね、種牛の畜産がすごい盛んでして、島ドライブしたりしてるとね、もうめっちゃ牛いる。で、種牛って何って皆さん思うと思うんですけど、例えばね、松阪牛とか佐賀牛とかね、神戸牛とか結構有名なね、ブランド牛があるじゃないですか。あれって、実は一から育てられてるわけじゃなくて、こういう離島とかで、ある程度、結構大きくなる。詳しくではあんまわかんないんですけど、結構大人じゃんっていうぐらいの大きさまで育てられて、で、それがあっちの方に運ばれて、で、そこからなんか肥育とかするのかな。そこからブランド名が与えられて、皆様の元にね、届いてるんですよ。で、その、ブランドになる前の牛たち、それを種牛って言うんですけど、それがね、結構盛んで、時々ね、こういう和牛とかもらえたりするんですよ。ありがたいですね。はい。はい、それでは早速、調理していきましょう。それでは、まずは、タコからやっていきましょう。塩もみっていう作業からやっていきます。塩入れます。で、ついでにね、ここ内臓取っちゃいましょうか。頭をひっくり返して、引きちぎる。墨袋ですね。墨袋じゃない、これは肝ですね。1回じゃ全然取れませんね。2回目。3回目。はい、それではね、ぬめりが落ちました。で、ここからね、目と口を取って茹でていきます。じゃあ目を取っていきましょうね。タコの目を。ちなみにタコはですね、眉間にですね、ナイフを刺すと締まるんですけど、タコって締めてもね、全然動きますからね。で、この裏側にですね、口があります。口もね、取っていきましょう。これが口です。タコの口を取りたい。取れました。タコの口です。セット。入れていきます。いい赤色になっていいじゃないですか。よし、いい感じです。取り出していきましょう。はい、それでは次、ドン、石垣台いきます。まずは鱗取りからですね。すげえもん食ってるぞ、これ。すごい硬いぞ。でっかいもん食ってない。何なんだろう。すごい硬い。めっちゃ硬いもんが入ってる。ちなみに、石垣鯛はですね、本当に当たり外れが激しい魚で、美味しい時はね、本当に美味しいんですけど、臭い時は本当に臭いんですよ。で、ちなみにですね、かなり高級魚で、結構ね、値段もする。東京とかで買ったらこれで1500円ぐらいするんじゃないか。なんですけど、まずい時マジでまずい。っていうね、すげえギャンブル性のある魚ですね。塩焼きとかがね、やっぱ美味しいですよ。刺身とかもね、美味しいですけど。ちなみに滋賀寺でも有名な魚で、食中毒リスクもね、ある程度ある。そういう意味でもですね、ギャンブル性のあるお魚になっております。まあ大丈夫でしょう。はい、それでは頭を落としていきましょう。胸びれの後ろから入れていきます。何が入ってんだろうね。ちょっとやっぱ牛刀切りづれえな。やっぱ出刃にしよう。背骨を立っていきましょうね。はい、それではね、ちょっとお腹パンパンなんですけども、何が入ってるんでしょうね。いきます。よいしょ。あれなんだ、何も入ってないぞ。これ見てください。ちょっとだけね、ここにね、内臓脂肪乗ってて、でこの赤いとこ、これがね、脾臓っていう場所で、胃袋は一応入ってはいるんですけど、何が入ってるのかな。なんだこれ、何食ってんだこれ。謎だね。サンゴ食べてないこれ。腸の中が結構、何食ってんのこれ。サンゴみたいなものを食べてますね。なんだこれ、初めて見たぞ。サンゴみたいな硬いものが胃とか腸の中に入ってるから硬かったんですね。こいつは変色家ですね。変なもんばっか食ってるよ。さて、それではお腹の中をきれいにしていきましょう。ここがね、浮き袋があるんで、浮き袋を切って血合いに傷を入れて、で洗い流していきます。ちょっとね、嫌な匂いがしますね。この石垣ではもしかしたら臭いかもしれないですね。はい、それではね、綺麗になりました。で、こちらで三枚おろしにしていきましょ
皮に切り込みを入れて奥に入れていきましょう。なるべく包丁の入れる回数が少ないといいと言われております。上手い人は2発ぐらいでいけるんでしょう。はい、こんな感じ。じゃあ反対側いきましょう。反対側も同じですね。もうこのままいっちゃいましょう。OK。そしたらですね、腹骨を落としていきましょう。で、こっち側も腹骨落としていきましょう。OK。あれ？なんか硬い骨があったぞ。失敗した。ものすごく失敗した。まあいいでしょう。はい、それではですね、下処理が終わりました。ということで今日はですね、たこ焼き作りましょう。たこ焼きを作るために俺はたくさんのものを準備しといた。まあ石垣鯛なんですけども、半身はですね、もう個人的に刺身で食います。動画にはしません。で、もう半身はちっちゃく切ってですね、たこ焼きの具材にして、魚焼きを作ってみようかなと思っております。新しいチャレンジですよ。どういった味になるのでしょうかといったところでですね、今日はたこ焼き作ってみましょう。はい、そしたらですね、野菜を切っていきましょう。僕はですね、ネギとキャベツ、こちら2品を入れていきます。やっぱたこ焼きはね、いろんな具材を入れる人がいると思うんですけど、異論は一切認めません。ネギとキャベツが最も美味しいはずです。はい、それでは切っていきましょう。芯を落とす。で、みじん切りです。よいしょ。さて次、ネギ。気づいてしまったんですけど、今回何の説明もなく野菜洗ってなかった。皆さん、僕は野菜洗わないんで、野菜洗ってるなんてみんな貧弱だよとか言いながらね、水産加工場のこととか調べてたら、野菜ってすごいね、塩素漂白剤とかするんだね、ちゃんとやるところは。びっくりしたよ。言ったらハイターに入れるわけよ、薄めた。そこまでね、やってるんですよ、大手の場所は。大手の場所っていうのは、大手の飲食店とかは野菜をハイターにつけてるんですよ、おそらくですね。調べた感じ、逆に気持ち悪いよね。なんでまあ僕もそっちの人間になりだしたら、ネギはハイターにつけないと食べれないって言い出すかもしれない。もしかしたら今謝っとく。よし、オッケー。本来はね、粉を入れてその上からね、野菜とか入れていくはずなんですけども、もう混ぜときます。明らかに多かった。これお好み焼きになっちゃうな。はい、そしたらですね、ここにたこ焼き粉、卵入れていきましょう。たこ焼き粉 300g かな。足りなかった。大丈夫、まだもう1個あります。で、水を900。果たして入るのか。いけた。で、卵を3個。オッケー。さて混ぜていきましょう。野菜が多すぎたんよな。バカみたいに野菜入れちゃったからな。切りすぎたよ。こんなもんでしょうね。はい、それではタコ切っていきましょう。これ食べやすいサイズにね。まあでもやっぱ自分でタコ切れるんで、もう大きく切れますからね。言うても。ちょっと大きめで、かつ食べやすいサイズぐらいでいきましょうね。こんなもんでしょう。ではもう一つの具材、石垣鯛も切っていきましょう。血合い骨を落としまして、なんか意外と美味しいんじゃないのかと。僕は思ってるんですけども、どうなんでしょうね。ちょっと一応刺身でも食ってみようかな。鮮度がブリブリなんでちょっと硬そうですが、いただきます。あ、こいつうまい個体だ。後で食べる刺身が楽しみだな、これは。美味しい。よかった。美味しい個体だ。サンゴみたいなの食ってたけど美味しいんですね。変色家なやつでも中身はうまいぞと。そういった姿勢を見せてくれましたね。じゃあどんどん切っていきましょう。はい、それでは具材が整いました。見てほしい、これ。12月ぐらいにたこ焼きの動画ね、まあ一回出したんですけど、俺これじゃあかんと思って、たこ焼きの道具ね、しっかり買いました。
はい。もう、これなんてすごいよ。たこ焼き、この中に入れて、シュポシュポやれば、出てくるやつ。お店で見るやつ。これ買っちゃったから。そして、前回はね、電気だったんで、すごい微妙だったんですけども、ガスです。はい。もうタコパガチ勢なんで、俺は。じゃあ油入れていきましょう。油はね、多い方がうまいです。やばいな。カメラ持ちながら油入れるともうとんでもない量油入っちゃうな。だって、もう油ほぼなみなみ入ってるからね。いいんです。じゃあこの中に粉を入れていきます。ちょっとね、キャベツが多すぎたんで、詰まる気がするんですが、皆さんどう思いますか？僕は詰まると思います。詰まって出てこなくなると思います。それが僕の見解です。多分予想は当たるはずです。絶対に詰まって出てこなくなります。まあやってみましょう。詰まるのかな？詰まってて草。詰まるやんけ！待てよ。聞いてない、そんなこと。キャベツ入れてしまったせいで詰まった。キャベツが一個も出ていかんのよ。皆さん、詰まってしまいました。最悪です。キャベツが詰まって出ていきません。ダメだな。もうなんか大阪基準の設計だから、キャベツを入れることをね、想定してない。うわ、見せたかったな、かっこいいところ。はい、うまい。はい、うまい。はい、美味しい。タコが全然入っていきません。なぜなら、キャベツが多いからです。キャベツを入れすぎましたね。いいんです。たこ焼きってやっぱ漫画とかね、タコの足飛び出てるでしょ。俺漫画と同じだから、世界線が。ちょっとキャベツ入れすぎたせいで全てがうまくいってないぞ。大丈夫か？そう、たこ焼きガチ勢なのに、装備だけは。天かす入れてます。いやー、キャベツで全てがうまくいかなくなったのがちょっと計算外ではあったが、まあなんとかなるでしょう。意外と火弱いな。いやー、うまい。天才的。おっと、今タコが抜けてたように見えたが、多分幻覚なんだと思います。火が強いぞ。めちゃくちゃ美味しそうだ。へい、お待ち。石垣台焼きが作られるまでカメラマンがたこ焼き食べてると思います。熱い。はいはい。手前が火強いんだな。あ、遠い。人が熱がってるのを見ると嬉しい気持ちになるんです。崩れちゃった。崩れちゃった。すごい。はい、じゃあ次石垣台焼きを作っていきましょう。石垣台。ちなみに石垣台はですね、皆さんね、ガッキーって呼んでます。皆さんもね、ガッキーって呼んでください。キャベツ多いんだよな。ガッキー意外と量あるな。よし、じゃあ石垣台焼きを作ってる間にステーキを焼いていきましょう。ステーキ。意外とちっちゃい。ちっちゃいっていうか、細切れになってるんだね。うわすごいで、霜降り具合が。この2つ食べます、一旦。じゃあ胡椒と塩を振っていきましょう。ほんで塩。これ岩塩です。反対側も塗っときましょうね。なんかよく肉食うの勝るって言われるんですけど、俺全然肉食うよ。どっちかというと魚の方が多いぐらい。めちゃめちゃ肉も魚も食います。で、あんまり炭水化物食いません。オッケー。追い油します。さて、たこ焼きもできたところで、最後にね、ステーキ焼いて終わりましょう。よいしょ。長かったな。これはやばいよねっていう話だよね。フライパンが小さすぎるのか、肉を切るべきだったのか、どっちでしょう。完成です。はい、それでは完成しました。いただきます。今日はお酒を飲もうかな。これね、もらったやつです。アメリカのビールですね。いただきます。ステーキ行こう。ステーキ。バチボコうまいです。めちゃめちゃうまいですね。
ごいよな、肉って。魚ってさ、自分でさ、もう、鱗落として、内臓出して、三枚におろして、ようやく食べれて、ようやくうまいのに。肉って、あんな10秒、20秒ささって焼いただけでさ、うまいんだもん。このクオリティを10秒、20秒出せるんだ。強いわ。たこ焼き行きましょう。いただきます。うますぎますね、これは。なんか前にね、ワモンダコ結構大きいやつ、2キロ3キロあるようなやつでたこ焼きやったんですけど、その時はね、結構硬いなって思ったんですけど、今回取ったまあ 300g ぐらいの個体ですかね。ちょっと小さめの個体なんですけど、これちょうどいいわ。めちゃくちゃ美味しい。そして、石垣大焼きです。たい焼きではありません。いただきます。負けてるね、石垣台。石垣台全然負けてますね。食感がたこ焼き粉とほぼ一緒なんで、石垣台の風味だけを感じることができますね。石垣台がたこ焼きと合うのかどうかって言われたら、まだ別になくてもいいかなって感じ。やっぱタコがベストなんだね。いや、でもたこ焼き美味しい。もうね、なんか自分で取ったっていうのはまたええよな。愛着湧いちゃうもん。その分なんかさらにうまい。美味しいです。美味しい。はい、それでは、ごちそうさまでした。いやー、ちょっとね、たこ焼き、うまかったですね。ステーキもね、うまかった。昨日ね、座礁して、なんか一時はどうなるかと思ったんですけどね。もうこのステーキはもうプラマイプラスすぎますね。めちゃめちゃ美味しい。ビールが進みます。最高でしたね。やっぱりね、いつもいろんなね、未知の味を探求してる人間から言わせてもらうんですけど、やっぱり作り上げられてる料理ってうまいんだね。今日はそれを再認識しました。ということでですね、今回はこんな感じで終わらさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。